愛のない冷たい親のもとに生まれた人は、一度はとても苦しい人生になる可能性が高いです。でも、心的外傷後成長 PTG というのがあります。PTG とは、心の傷になる体験をきっかけに、勉強したり成長したりして、むしろ以前よりも幸せになることを言います。そして実際に世の中にはひどい親のもとで育っていながら頑張って大成功する人たちもたくさんいます。絶望だと思い込んで諦めている人は本当に最後まで絶望になりますが、でも転んでもただでは起きずにここから何かを学んでやるという前向きな気持ちの持ち主は状況が変わってきます。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。本を読んだら生きやすくなりましたと言ってくださる方々もたくさんいます。興味のある方はぜひ読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルト・チルドレンは心が未成熟で自己中心的な親のもとで育ってくる人が多いですが、心が未成熟な親は子供の欲求は無視して、ああしなさい、こうしなさいと自分の欲求を押し付けます。このような親に対して子供は、そんなのやりたくないとか、やだとは言えません。そんなことを言ったら激怒されてしまいます。つまり、このような親のもとで育った人は、自分の欲求を満たすことができるとは学習できていません。逆に、自分の力では、自分の欲求を満たすことはできないという無力感を学習していることが多いです。これを学習性無力感と言います。この学習性無力感が根っこにあると、アダルト・チルドレンで生きづらいという今の不本意な状況も自分の力で変えられるとは1ミリも思えないと思います。そこで回復するための努力も本気になれないんです。学習性無力感がある人と自分は回復できると確信している人とではどうしても本気度に違いが出てきます。学習性無力感があるならあるで、まず自分は心の底でどうせ無理と思ってしまっていて、本気になれていないと気づくことが必要です。次に、自分は望まない体験をしたときに、どうせ無理と思い込んでしまう傾向があるが、実際は少しは状況を変えられる力があるかもしれないという前提で生きる必要があります。本当に学習性無力感がある人は自分が思っている以上に現実を変える力があります。なので望まない体験をしたときはこのマイナス100の体験をどうすればマイナス90にできるか、あるいはマイナス50にできるかと考えることで人生が変わってくることがあります。今日はこのような一度転ぶと諦めてしまいがちなアダルト・チルドレンが転んでもただでは起きない生き方を身につけるための話をします。アダルト・チルドレンを克服するためにもとても大切な話です。1、どん底からの成功者。2、心的外傷後成長 PTG について。3、前科無ではない。4、ポイントの振り返りと補足。5、すぐにできること。このような順番で話します。プロスポーツ選手でも大企業の社長でも何らかの成功者でも小さい頃からずば抜けて天才でそれが大人になるまで続いた人は少ないと思います。
後にバスケットの神様と言われたマイケル・ジョーダンでさえも、レイニー高校時代はベンチメンバーにも入れなかった時期があったし、ケンタッキーの創業者のカーネル・サンダースも、一つの会社や事業を長く続けるということができなくて、職を転々とするという苦労人だったし、アメリカのエイブラハム・リンカーンも借金に苦労し、それから落選続きからの大統領だし、エジソンは10代から難聴だったそうですが、難聴だからこそ蓄音機が発明できたと彼は言ったそうです。このような苦労からのサクセスストーリーは挙げればきりがありません。世の中の成功者は一度はどん底の苦労を味わっている人が多いように思います。このように言うと、愛されて育ってきた人と毒親育ちでは条件が違うと感じる方もいるかもしれません。アダルト・チルドレンはひどい環境で育ってきたから人生が終わりだと思ってしまいやすいのですが、でもひどい環境で育ってきた人でもどん底から這い上がる人はたくさんいます。例えばスティーブ・ジョブズの生物学的な母親は19歳の学生の時にスティーブ・ジョブズを妊娠しました。そして生物学的な父親は結婚する気がなかったので、母親は未婚の母としてスティーブ・ジョブズを産みました。でも学生だし、経済的にも育てられないということで、養子に出したのです。スティーブ・ジョブズはそのような生い立ちにもかかわらず大成功した人です。他にも NFL というアメリカのフットボールの選手にマイケル・オアーという選手がいました。映画にもなったのでご存知の方もいるかもしれませんが、彼は何度も刑務所に入っていた父親とアルコール依存症でドラッグ中毒の母親のもとに生まれました。暴力的で保護のない家庭環境なので、兄弟バラバラに公的な保護施設や里親家族を行ったり来たりし、彼は11回も学校を転校したそうです。里親が見つかれば安心というようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は里親が見つかっても、その家庭に本人が、あるいは里親家族が馴染むとは限りません。オアもそのようなことで住む場所が安定せず、小学生時代にホームレス生活も経験しているそうです。そのような状況でまともな教育も受けていなくて、読み書きにも困難があったそうですが、それでも2009年の NFL ドラフトで1巡目に指名されるという快挙を達成した人です。これと瓜二つの話が NBA というアメリカのプロバスケット選手にもいます。デリス・ロットマンという人ですが、ロットマンも貧しい家族に育ち、幼い時に父親が蒸発しています。さらに母親は出来の良かった2人のお姉さんたちばかりを可愛がり、ロットマンは邪魔者扱いされていました。そしてついには家を追い出されて、ロットマンも若くしてホームレス生活を経験しています。そのロットマンは遅咲きではありましたが、NBA で1991年から98年の7年連続リバウンド王というとんでもない記録を成し遂げました。この記録は今でも抜かれていません。そして余談ですが、リバウンドとはシュートが外れたボールを拾うことです。普通に考えて背が高い人が有利です。でもロットマンは NBA の中では決して背が高い方ではなかったんです。
中には身長が恵まれて活躍する人もいますが、ロットマンはそういう体格的恩恵ではなくて、才能もあったけど努力をした人です。NBA の選手の中では体格も、そして何の実績もない自分がどうにかして生き残ろう、どうすれば自分の持ち味を生かせるかと考えに考え抜いた人です。だからこそ前例や他の人にはない、それまでは誰も見たことのないようなプレースタイルで生き残りました。それも毒親育ちでどん底からの努力です。孤独感やうつ状態や自殺未遂などで苦しみながらも、ただ転んだままではいないで這い上がった人です。他にも毒親育ちはたくさんいます。ラッパーのエミネムも薬物依存症の母親のもとで育っているし、アーノルド・シュワルツェネッガーもアルコール依存症の父親に虐待を受けながら育っているし、ゴルフのタイガー・ウッズも小さい頃から父親にスポーツアビューズで厳しくゴルフを教えられています。スポーツアビューズとは教育虐待のスポーツバージョンです。親が無理やり子供にスポーツを叩き込む虐待です。あえて日本人は出していませんが、日本人にもいますよね。小さい頃から無理やり厳しく卓球やテニスやフィギュアスケートなどをやらされていた人とか、あるいはとてもひどい環境で育っても成功した人とか結構たくさんいます。心的外傷後ストレス障害 PTSD って聞いたことある人は多いと思います。説明はいらないかもしれませんが、トラウマ体験をした後にそのトラウマ体験を何度も思い出してしまったり、トラウマが悪夢になって出てきたり、強い不安や恐怖を感じたりすることが PTSD です。これに対して心的外傷後成長 PTG というのがあります。心的外傷後成長 PTG とは、心の傷になる体験をきっかけに、それまでにはなかった価値観が芽生えたり、それによって人生をより深みのあるものにしたり、以前よりもむしろ成長した状態になることを言います。つまり苦しみからポジティブな変化が生じることを指します。これはアダルト・チルドレンに当てはまることがあります。アダルト・チルドレンは機能不全家族で育ったがために、大抵一度はどん底に行きますが、それでも回復途中で、自分はこんなひどい環境に育った割にはここまで回復してきてすごいなとか、自分は小さい頃からひどい環境だったのに生き残っているし、思った以上に強いななどと感じられるようになる人もいます。また、辛い体験を経験している人は優しくなることがあります。例えば毒親育ちは、自分は愛されない、自分は受け入れてもらえないというような信念を持ちがちです。これは心に傷があるということですが、心に傷跡がない人は、毒親育ちがそのような信念を持っていることには気づかないし、気づいても本当の意味では理解できません。でも傷跡のある人は、同じような傷に苦しんでいる他者の痛みに敏感になり、深い共感力や思いやりが高まります。他にも苦しければ苦しいほど必死になる人もいます。このような人は、なぜ自分はこうなったのか、なぜ自分はこう感じるのか、どうすればいいのか
などを必死に勉強したり、必死に自分を成長させようとします。その結果、人より知識をつけるかもしれません。あるいは、アダルト・チルドレンは、面と向かって自己表現が苦手な人が多いですが、自己表現ができなくても、心の痛みやくすぶっている自分の気持ちを表現したいという衝動があることが多いです。そこで一部のアダルト・チルドレンは芸術や創作物などで自己表現をする人もいます。このようなことでアダルト・チルドレンだってひどい体験をプラスにする人も多いです。我々は特にアダルト・チルドレンは物事を善か無で見てしまう人が多いです。でもほとんどの出来事は善か無ではありません。例えば事故に遭って骨折した、恋人と喧嘩別れをしてしまった、上司と喧嘩をしてクビになった、こんなマイナス面しかなさそうな出来事でも探せば少しはプラス面もあります。例えば事故に遭って骨折しても人生はまだ続くのだから、今後は事故に遭わないように気をつけて外を歩くようになれば、それがプラスの面です。ここで事故に遭って気をつけるようになっていなければ、いつか命を落とすような大きな事故に遭うかもしれません。恋人と喧嘩別れをしてしまうというような最悪なことでも、そこから何かを学べます。こういうことをすると喧嘩になってしまうんだと学べば、次からはそのようなことは防げます。今学んでいなければ、どうせいつか喧嘩をします。今学べてよかったという面もあります。上司との喧嘩も同じです。上司にこのような態度を取るとクビになるから気をつけようと思えれば、それがプラス面です。こんなマイナスしかなさそうな出来事ですら、探せば何らかの利益があります。例えば、どんなトラブルも、それは未来に起こるかもしれないもっと大きなトラブル回避に役立ちます。つまり、マイナス面よりは小さいかもしれないけど、何かしらプラス面はあります。そして、たとえ小さくても、少しでもプラス面があることを意識しているのと、マイナス面しか意識していないのでは、心理的ダメージが全然違います。なので、どんなひどいことがあっても、完全なマイナスな出来事にするのではなくて、この出来事の中にも何か良いことがあるはずだという視点で考えてみることはとても大切なことです。私は今年の4月に肺血栓塞栓症で入院しました。突然の入院だったので、スマホの充電器や本やパソコンやその他の暇つぶしになるようなものが何もない中で、しかもしばらくは病院内のコンビニに行くことすらも禁止されていました。コンビニに行けるようになるまでは、ひたすら毎日何時間もかけて考え事をすることぐらいしかできませんでした。テーマの一つは、この病気になったことをどうやってプラスにするか、この高額出費をどうやって取り戻すかというようなことです。ベッドの上でしか生活ができなくなること、仕事もできないのに急に高額な出費があること、周りに迷惑をかけてしまうこと、最悪の場合は命を落とす可能性もあることなど、ブルーになることばかりです。
このマイナス100の状況をどうにかしてプラスの出来事にできないかと考えていました。そして気づいたのは、人間は死ぬんだ。自分も死ぬんだ。ということが実感できたことはプラスです。子供の頃から人間は死ぬと聞いてきましたが、なんか実感がないまま聞いていました。おとぎ話のような、言い伝えのような、自分とは無縁のような感覚で聞いていたのかもしれません。自分も死ぬということを一度でも実感を持ったことがあれば、今は実感がないなと気づけるかもしれませんが、自分も死ぬということを一度も実感を持ったことがないのだから、自分はそのことを実感がないまま生きているとは気づいていなかったのです。そのことに実感を持てて気づけたことは、今後の人生に大きなプラスになったと思います。これでマイナス100の出来事がマイナス70ぐらいにはなるでしょうか。そして次に考えたことは、実感を持てたということだけで終わってしまったら、この出来事はマイナスで終わってしまうので、どうにかしてもっとプラスにしようということです。私はおそらくこの病気に関連してだと思いますが、1年半ぐらい前から咳が出続けています。一度は年を取るということは体の不具合も出てくるということだから、一生付き合う症状かもしれないなと思っていたこともあります。でもこの症状がなくなるということは、高額な医療費を払っても安いような気がしてきました。さらに私は、仮に信頼のあるお医者さんに生活習慣を変えなさいと言われても、健康に気をつけようと思うだけで、実際に生活習慣まではなかなか変えられません。でももし退院後に実際に食事や運動などに気をつけるようになれば、この病気のおかげだということになります。病気がなければ変えられなかったことを変えたのであれば、この病気はかなりのプラスです。そして入院中は毎日4回熱やら血圧やらを測ってもらっていたので、自分がかなりの高血圧だということにも気づきました。実はもうこの7、8年健康診断をしていなかったのですが、きちんと健康診断をしていた40代前半の頃は、バスケットをしていたこともあるのかもしれませんが、かなり血圧が低かったんです。だから今の自分がかなりの高血圧だとは想像できませんでした。これも同じです。これに気づけただけでも少しはプラスですが、これだけでは足りないので、どうにかしてもっとプラスにするためには、どのように考え、どのように行動すればよいのだろうと考えました。気づくだけではなく、何かを行動に移せば、そして習慣化させればかなりのプラスになりうると考えました。そこで退院後即血圧計を買いました。毎日朝と夜2回血圧を測る。塩分を控える。今はまだ療養中なので散歩しかできませんが、毎日運動をするということをやっています。これで健康になったら、今回の入院騒動はプラスになると本気で感じています。よくどんなで嫌な出来事もプラス面があるから、プラス面を考えよう的なことを耳にすることがあります。でも私はそれだけでは足りないと思っています。それをさらにプラスにするには、その後にどのように行動するかだと思います。考え方だけでは少ししかプラスになりませんが、行動が変わると大きなプラスになる可能性を秘めています。ということは、
何らかの出来事が起こっても、その価値は人によって違うということです。同じ病気で同じ入院をしても、それをマイナス体験にする人と、その出来事に自分で価値をつけてプラスにする人がいます。私は別に病気になった時にこのように考えようという提言をしたいわけではありません。これをぜひアダルト・チルドレンからの回復という部門でも考えていただきたいのです。でもいきなりアダルト・チルドレンという大きな大きな運命に対してこのような考え方をするのは無理があります。私も機能不全家族で育っているので、最初から普通の愛のある家庭に生まれたかったと長いこと思っていましたし、なかなか納得できなかったし、受け入れられませんでしたので、そのような人の気持ちはわかります。だからまずは普段の生活の小さいことから転んでもただでは起きない的な考え方を身につけることが必要です。そういう小さいのを経て大きな運命に対してもそのような考え方が応用できるようになっていくと思います。アダルト・チルドレンは特にまだ回復が進んでいないときはどこにでもあるいい面を見ましょう。あなたにもいい面があります的なことが受け入れられないことは知っています。それでも最終的には毒親のもとに生まれたことをただのマイナス体験にするのではなくて、その中からほんの少しでもプラスになる面を探して、そしてどうにかしてもっとプラスを増やすには、どのように言い、どのように考え、どのように行動すればいいのか、よかったら一度時間をかけて考えてみてください。アダルト・チルドレンは心を成長させることや社会的スキルを学ぶことも確かに必要ですが、このように今あるものの解釈を変える力も決定的に必要です。では、ポイントを振り返りながら補足します。生きていれば望まないことは起こるし、その時点だけを見れば納得がいかないことも多いですが、でもその望まない出来事をプラスに使うかマイナスに使うかは自分次第でもあります。例えば失恋をしたとします。もう人は信じられないと心を閉ざし新しい出会いに背を向けることもできれば、自分に何が問題があったのかと自分を見直すきっかけにすることもできるし、一人で自由に使える時間が増えるので、趣味に没頭する時間や自己成長のための時間や新しい自分を発見するための時間も作れます。つまり今起きた出来事は短期的には望まない出来事だとしても、人生はそこで終わりではないので、考え方や行動次第で長期的にはプラスに変えることができるということです。私は4年生大学に現役で合格する生徒は数えるほどぐらいしかいないぐらいの偏差値の低い高校に通っていました。その高校の中では成績が良かったので、大学受験をしようと決めていました。でも、高校2年の2学期にある遊びにはまってしまって、2学期の中間テストが受験する人とは思えないような成績に急降下しました。結果から言うと、大学に現役合格できたのですが、
今振り返ると、あの高校から現役合格できた勝因は、2学期の中間テストで赤点を取ったからです。間違いなくこれが勝因になったと確信しています。中間テスト後にさすがにやばいと青ざめて、ハマっていた遊びもやめて、失敗を取り戻そうと猛勉強を始めたからです。皆さんも人生を振り返ると、もしかしたら一つや二つこのようなことがあるのではないでしょうか。その時はとんでもないことをしてしまった。もう取り返しがつかない最悪の出来事だと感じても、後から振り返ると、実は自分の役に立っていたというようなことがあります。そして世の中の成功者を見渡すと、生まれた時から死ぬまでずっとトップを走り続けていたというような人はいないと思います。ほとんどの人は苦労時代も経験しているように思います。人生で苦労しているからこそ、長期的にはその苦労を生かして成功するんだと思います。同じ経験をしても、その経験は人によって意味が違います。ある人はその経験をマイナス100の出来事にするし、別のある人はその経験をマイナス10の出来事にするし、別のある人はその経験をプラス10にするし、また別のある人はその出来事をプラス100の出来事にするかもしれません。何か嫌なことが起こった時に、どうにかしてこの出来事をプラスにしてやる。どうすればこの出来事を自分の人生に利用できるかと考えると、その出来事の価値をマイナス100ではなく、少しはプラスにできる可能性が上がります。浪人をしてよかったと思う人もいれば、浪人をしたことを取り返しのつかないことをしたと嘆き続ける人もいます。結局のところ、その出来事の価値を決めるのは自分自身です。そして、これはアダルト・チルドレンにも言えます。アダルト・チルドレンほど苦労して生きてくる人はいません。真っ最中はマイナス面しか見えません。この状態からプラスを探せと言われても、そんなのどこにもないと言いたいかもしれません。でも、アダルト・チルドレンの中には、辛い人生を生きながらも、このような動画を見たり、本を読んだり、勉強して、生き方を模索する前向きな方たちがたくさんいます。そのような素晴らしい方たちにはぜひ、どうすればこの出来事を自分の人生に利用できるかと考えてほしいです。本気で考えること、そして行動することが必要です。愛のない冷たい親のもとに生まれた人は、一度はとても苦しい人生になる可能性が高いです。でも、心的外傷後成長 PTG というのがあります。PTG とは、心の傷になる体験をきっかけに勉強したり成長したりして、むしろ以前よりも幸せになることを言います。そして実際に世の中にはひどい親のもとで育っていながら頑張って大成功する人たちもたくさんいます。絶望だと思い込んで諦めている人は本当に最後まで絶望になりますが、でも転んでもただでは起きずに、ここから何かを学んでやるという前向きな気持ちの持ち主は状況が変わってきます。
持って生まれる気質や育ってくる環境や親の毒レベルは人それぞれ違います。だから全てのアダルトチルドレンが今のマイナス100の人生からプラス100の人生になれますとは言えません。でもどんな人でも考え方や行動次第でマイナス90とかマイナス80の人生にはなれるはずです。いや、多くの人は0とかプラス20ぐらいにはなれると思います。でもそのためには捨て鉢にならないで、いつかきっとこの状況をどうにかしてプラスにしてやるという強い気持ちと、そのためにはどうすればいいかと考え続けることが必要です。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、今の出来事をほんの少しだけプラスにしてみようです。広告でお米が安かったので、わざわざ遠いスーパーに買い物に行ったとします。そしたら売り切れていました。よかったらこのような日常の出来事をほんの少しプラスにしてみてください。ほんの少しです。例えばお米は売り切れていたけど、代わりに安売りでお買い得な洋服を見つければ少しはプラスになります。あるいはレジで店員さんと話すだけで気分が明るくなることもあるかもしれません。あるいは近くに海がある人は帰りに海に寄ったことでほんの少し気分が晴れるかもしれません。夕日がきれいなスポットがある人はそこに立ち寄ることで少しプラスにできるかもしれません。ほんの少しなど意味がないではなくて、ほんの少しを積み重ねる習慣をつけることが大事だと思います。そしてこういうことの延長線上にアダルト・チルドレンの問題があります。なので今アダルト・チルドレンで苦しんでいる人は、日常の出来事を少しでもプラスにする練習をしながら、いつか必ずアダルト・チルドレンの問題もプラスにしてやるという視点を頭の隅に入れておいてください。このように幸せを感じられるか不幸を感じるかというのは、外側の刺激より自分がどのように考え、どのように行動するかの方が大きいです。でも、アダルト・チルドレンは思考が間違っていたりずれていることが多いです。アダルト・チルドレンは思考と現実がずれているなどの動画も参考にしてください。その他にも参考になる動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。いつも応援してくださる方々、本当にありがとうございます。今後もアダルト・チルドレンが少しでも生きやすくなるための動画を全力で配信していきますので、応援してくださる方、仲間になってくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。